ミラノコルティナオリンピックで日本ペア史上初の金メダルをつかんだ三浦璃来さん、木原龍一さん。あの瞬間、私たちは陸流の強さ、絆、そして長い努力の結晶に胸を打たれました。でも、その金メダルの陰にはもう一つの大きな物語がありました。同じフィギュアスケートなのに、シングルが始まると、会場は満席。でも、ペアやアイスダンスの時間になると、客席はまばら。そんな日本のカップル競技の黎明期に、あえて支援を決めた企業がありました。それが、陸流の所属企業として一躍脚光を浴びた、木下グループです。しかも、その支援は、企業にとってわかりやすく、利益が出るものではありませんでした。応援グッズのバナータオルも、売れれば売れるほど、むしろ、木下グループ側の負担が増えていく。それでも、ファンの思いを1円も削らず、三浦璃来さん、木原龍一さんの活動資金として届け続けました。なぜ、そこまでして支えたのか。なぜ、まだ光が当たらなかったペア競技に、そこまで未来を見たのか。今回たどるのは、ミラノコルティナオリンピックで、日本ペア史上初の金メダルをつかんだ、陸流の演技の裏側です。リンクの中央で輝いた二人の後ろに、長きにわたり、静かに手を差し伸べ続けた人たちがいました。それでは、ずっとカップル競技を支え続けてきた人たちの物語。美味しいドーナツでも片手に、7分間の物語、ゆったりとご覧ください。金メダルの陰にいた、支えた人たち。今回の主役は、リンクの中央で滑った2人ではありません。その2人が、不安なく練習に打ち込めるように、長年にわたり、静かに支えてきた木下グループ、そして木下直也社長の思いです。フィギュアスケートと聞くと、日本では長い間、どうしてもシングル競技に注目が集まっていました。男子シングル、女子シングルには、スター選手が次々に現れ、会場は大きな歓声に包まれる。その一方で、ペアやアイスダンスは同じフィギュアスケートでありながら、なかなか光が当たらない時代が続きました。客席が空いていたカップル競技。全日本選手権の会場でカップル競技が始まった時間帯、客席はまばら。ところが、その後にシングル競技が始まると、だんだんお客さんが増えていき、最後には満席になっていく。同じリンクで、同じように努力している選手たちなのに、応援の量が全く違う。その光景に、木下社長は大きな衝撃を受けたといいます。なんとかしたい。その思いが、日本のカップル競技支援の原点になりました。しかも当時、カップル競技を支援することは、企業にとって、決してわかりやすいメリットのある話ではありませんでした。シングル競技のように、注目が高いわけではない。国際大会で上位を狙える見通しも、まだ十分ではない。広告効果を考えれば、合理的とは言いにくい。それでも、木下グループは手を挙げました。人気がない時こそ支える。人気が出てから支えるのではなく、人気がない時こそ支える。この考え方こそが、後に陸流の金メダルへとつながっていく大きな土台になっていきます。木下グループは2000年代からアイスダンスやペアの選手たちを支え続けてきました。リードして、高橋成美さんとマービン・トランさん、高橋成美さんと木原龍一さん、村本哉中さんとクリス・リードさん。まだ日本でカップル競技が注目される前から、その可能性を信じ、支え続けてきたのです。そして2019年、三浦璃来さんと木原龍一さんがペアを結成した時も、その歩みをスタートから支えました。当時の2人は、まだ世界を制したチャンピオンではありません。カナダを拠点に、これから一歩ずつ力をつけていく、挑戦者でした。世界と戦うための安心。フィギュアスケートはトップを目指せば目指すほどお金がかかる競技です。リンク代、レッスン代、振り付け、衣装。
遠征費、生活費、まして海外を拠点にすれば、その負担はさらに大きくなります。明日の費用を心配しながら練習するのか、それとも目の前の一滑りに集中できるのか。この差は選手にとって本当に大きいものです。陸流の二人が後に感謝として語ったのも、まさにそこでした。不安なく、何不自由なく、スケートに集中できたこと。それは、結果だけ見ている私たちには見えにくいけれど、世界と戦うためには、欠かせない支えだったのです。青いバナータオルに込められた思い。そして、木下グループの支援には、もう一つ胸が温かくなるエピソードがあります。それが、陸流応援バナータオルです。ファンが購入したタオルの代金は、収益だけではなく、販売額そのものが、二人の活動資金として渡されました。普通なら、制作費や販売にかかった費用を差し引いて、その残りを渡す形も考えられます。でも、そこを差し引かなかった。なぜなら、バナータオルには、応援する人たちの思いが込められているからです。ファンの思いから、1円でも取るべきではない。そんな考え方が、そこにはありました。会場でタオルを掲げること。テレビの前で祈ること。頑張って、と心の中でつぶやくこと。その一つ一つの思いを、選手の力に変えていく。木下グループの支援は、企業の宣伝というよりも、ファンの思いを二人へ届ける、橋のようなものだったのかもしれません。金メダルは、二人だけのものではなかった。そして、長い年月の先に、陸流は、ついに金メダルへたどり着きました。でも、その金メダルは、二人だけのものではありません。誰も見向きもしなかった時代から、カップル競技を支えた人、ガラガラの客席を見て、何とかしたいと思った人、リンク代や遠征費の不安を取り除こうとした人、そして、青いバナータオルに思いを込めて応援し続けたファン。そのすべてが、ミラノの金メダルに少しずつ重なっていたのです。今、陸流は競技生活を終え、新しい道へ進み始めています。けれど、この物語は終わりではありません。二人が掴んだ金メダルは、これから日本のペア競技を育てるための新しい始まりでもあります。光が当たらない時代に手を差し伸べた人がいた。人気が出る前から信じてくれた人がいた。その信頼に三浦璃来さんと木原龍一さんは最高の形で応えました。陸流の金メダルは才能と努力の勝利であると同時に支え続けることの尊さを教えてくれる金メダルでもあったのです。次回予告。そして次回は木下直也社長が見てきた陸流二人の素顔に迫ります。普段はあどけない普通の女の子だった三浦璃来さん。そして赤信号を絶対に渡らないほど真面目だった木原龍一さん。そんな二人のどこに世界一へつながる可能性が見えていたのか。木下社長が感じた陸流の運命的な相性。そして二人が愛される理由をじっくり辿っていきます。ぜひ次回もご覧ください。この動画は世界中の陸流ファンへ33言語の字幕付きでお届けしています。コメント欄でも温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひこのチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。皆様こんにちは。フィギュアスケートペアの三浦璃来です。この度はご入社誠におめでとうございます。新しい環境に入り、楽しみな気持ちと不安な気持ちたくさんあると思います。私たちも競技を始めた時はそういった気持ちでいっぱいでした。そういった中で私たちは、何事もポジティブに変換して考えたり、逆境の中でも常に楽しもうとする気持ちを大切にしてきました。これからの皆様の人生において、
思うようにいかないこともたくさんあると思いますが、なんて一つ一つの経験がこれからの自分を作っていくと、強く信じて何事も楽しみながらたくさんのことにチャレンジしていってほしいです。この度は本当におめでとうございました。皆さんこんにちは。フィギュアスケートペア競技の木原龍一です。本日はご入社誠におめでとうございます。皆様今新しい環境に入られ、不安や期待、興奮、さまざまな気持ちがあると思います。皆様にはその中で日々の積み重ねを大切にしていっていただきたいなというふうに思っております。私たちりくりゅうも日々の努力の積み重ねを大切に過ごしてきました。その中でたくさんの失敗をし、そこから多くのことを学びました。その失敗がなければ今の自分たちはいなかったと思っています。ですから皆様にも失敗を恐れずにさまざまなことに挑戦していただきたいなというふうに思っております。皆様が挑戦されたことは必ず皆様の財産になります。心から皆様のご活躍をお祈りしています。